こんにちは、ごはんつぶです。このポッドキャストでは日本のことや私のことについての雑談を日本語でしています。友達感覚で話を聞いてほしいなと思うので、コメントをどんどんお待ちしております。今日のテーマはですね、今ニュースやネットでよく流れているぶつかりおばさんの話です。ぶつかりおばさんの話プラス日本人の怖い話をしていこうと思っています。まず、ぶつかりおばさんのニュースを知らない人のためにその説明をしますね。これは渋谷の有名な交差点で起きた出来事です。被害者の方は中国か台湾から来た観光客の方で、小さい女の子とその親御さんでした。その観光客の方は信号が青になってから交差点の真ん中の方に行って動画を撮っていたんですね。で、これ結構観光客の方がよく渋谷の交差点で写真を撮ったり、ビデオを撮ったりとかしてるんですけど、そこに遠くの方から青い服を着てマスクをした女の人がタタタタタタタって歩いてきて、で、ドーンってその小さい女の子に思いっきりぶつかったんですよ。で、それが明らかにわざとぶつかっているように見えて、今問題になっています。そういう動画とかがいろんなソーシャルメディアで流れてるんですけど、そういうコメント欄で中国語を喋ってたから中国人列で当たってきたんじゃないかとかね。渋谷の交差点は観光客がすごい来る場所なので邪魔だと思ってわざとぶつかったんじゃないかとかね、言われてたりするんですけど、私は中国人の方だからわざとそのおばさんがぶつかりに行ったとか、外国人観光客だからわざと当たったとかじゃないと思うんですよ。他にコメントとかで、これは日本人じゃないんじゃないかって言ってる人もいるんですけど、私はこれは日本人だと思います。なんでそう思うのかっていうと、こういうぶつかりおばさんとか、ぶつかりおじさんとか、結構ね、日本の電車とかに出没するんです。日本の電車はね、痴漢とか変態が多いって言われてたりするんですけど、こういうぶつかり系の人も結構います。例えば東京とか大阪とか大都会のところではすごく人が入り乱れているので、わざとじゃないけど当たっちゃったりとかするんですね。でもその中にわざと当ててくる人がいるんですよ。しかも弱い人、例えば女性とか子供とかを狙ってぶつかっていくっていう人がいます。本当に精神的に病気をお持ちでそういうことをやっちゃうっていう人もいるかもしれないんですけど、ほとんどそういう方は日頃のストレスでイライラしてて弱い人に攻撃しに行っているっていう人が多いです。私はぶつかりおばさんに会ったことはないんですけど、ぶつかりおじさんは結構出くわしています。人が混雑しているところでこう進んでいってたら、すれ違いざまにドーンってやられたりとかすることがあるので、文句も言いたいんですけど、文句を言って、いやわざとじゃないです、すみませんで、終わってしまう話じゃないですか。で、人もいっぱいいるので、追いかけていくのも大変だし、当たられた方は結構それでもういいかって言って諦めてしまいますよね。多分、それをやっているぶつかりおじさんとかぶつかりおばさんは、そういうのを狙ってるんですよね。こう、ドーンってやっても、どうせみんな言ってこないから、自分のストレスを発散させている。こういうやばい人の話を人が怖い話、人怖って言ったりします。人が怖いの人怖ですね。お化けとか幽霊の怖い話とは違って、
リアルな人間の話。まあね、お化けとかだったら攻撃はされないですけど、本物の人間は攻撃してきますから、結局は人間が一番怖いんじゃないかということで、人コアをしていきます。皆さんも日本とか自分の国で体験した人が怖い話、人コアをコメント欄で教えてください。いっぱいあったらまた動画で紹介させていただきたいと思います。で、今日は私が体験した人コアを紹介します。いっぱいあるんですよ、私。変な人が寄ってくる体質なのか、かなり変な出来事がたくさんあります。今日はそのうちの一つを紹介します。これは私が小さい頃に体験した話です。多分、小学校の低学年くらいの年齢だったと思います。私はある一人の女の子とすごく仲が良かったんですね。で、その子は団地に住んでいたので、いつもその子の団地に遊びに行っていました。団地っていうのは綺麗な団地とかもあるんですけど、その子の家はすごくシンプルで、狭いんですけど、まず玄関を入ると、すぐ右にキッチンがあって、目の前が6畳くらいの部屋。で、その横にまた6畳くらいの部屋があって、で、玄関の左側にトイレとお風呂があるみたいなお家でした。で、いつも通りその子の家に遊びに行きました。で、その子の家に遊びに行った時に、その子とお母さんがいたんですね。で、お母さんは今から買い物に行ってくるわって言って出かける準備をしていました。日本では小さい子供が子供だけでお留守番するっていうのは結構普通なことです。二人でお留守番しててねっていう感じで、その子の友達のお母さんが玄関から外に出て行きました。で、私はその友達に、じゃあ今日は何して遊ぶ？というふうに聞いたら、いきなり首をぐーっと締められて、ロシアごっこだって言われたんですよ。で、やばいと思って、本当に息が吸えなくて、頑張って手を振り払って逃げないと思ったんですけど、部屋が狭くて逃げ場がないんですね。だから、外に行こうかなと思って、玄関の方に行ったんですけど、その友達が玄関の隣にあるキッチンの台の上から包丁を掴んで追いかけてきたんですよ。で、ドアを開ける余裕がなくて、私はどうしようと思ってそのままお風呂場の方に走りました。お風呂場に着いてドアをバーンと閉めたんですね。ドアはすりガラスっていう材料でできていて、普通のガラスのドアとは違って、ちょっとぼんやり、もやがかかっているようなガラスなんですね。で、その子が近づいてくるのがシルエットで見えるんです。で、包丁も持ってる影が見えて、どうしようと思って、ドアが開かないように体でドアを押さえてたんです。そしたら友達がおとなしくなったんですね。もう大丈夫かなと思って横を向いたら、ドアと壁の隙間から包丁がギッコ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 って出てきてたんですよ。で、うわーって思って、またずっとドアを体で押さえてたんですね。そしたら、また静かになって、何も声もしないんです。そろそろ大丈夫かなと思ってドアを開けたら、その友達がすごい怒った顔で立ってたんです。で、と思ってその子を見てたら、ドアが壊れるじゃない。ドアが壊れたらどうするの？って怒ってきたんですよ。こっちからしたら、って何言ってんの？っていう感じだったんですけど、包丁をギコギコしてたわけなんで。で、ここで謝ったら、なんかもっと怖いことが起こりそうと思って、
わざとオーバーにすごく怒ったふりをして、もう帰るって言って、そのまま家に帰りました。帰り際に、お母さんには言わないでねっていうふうに言われたんですけど、家帰って速攻言いましたよね。これが私が経験した人コアのうちの一つです。人コアっていうのはこういうやばい人が登場するエピソードのことです。皆さんも、ここまでではなくても、友達でこんな人がいたんだよとか、職場でこんなやばいことが起こったんだよとかあれば、コメント欄に書いてもらえたら嬉しいです。最近のニュースでも女子高生が知らないおじさんに髪の毛を切られたっていう事件があったりとか、私もね、電車に乗ってる時に服を切られたことがあったりして、やばい人はいろんなところにいますよ。日本も安全だと言われていますけど、やばい人はいっぱいいます。私もまだまだね、やばい人の話、人コアがたくさんあるので、この話が面白かったなと思ったら、ぜひチャンネル登録してもらって、コメントで教えてください。面白かったよってで、コメントするときに自分のニックネームを考えてつけてくれたら、私が覚えやすいのでありがたいなと思います。今認知している人は一人だけ。はい、ということで今日の動画はどうでしたか？皆さん、高評価とチャンネル登録していただけたら嬉しいです。それでは、バイバーイ。